日はチキン南蛮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチキン南蛮を作りたいと思います。今回はですね、鶏胸肉を使ってチキン南蛮を作りたいと思います。鶏胸肉はですね、ちょっとパサつきやすかったりするんですけれども、柔らかジューシーに仕上げるコツをご紹介していきます。その他にもいろいろポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチキン南蛮の鶏肉と、あとは甘酢だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お砂糖、塩、水、お酢、みりん、お醤油、薄力粉、卵、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回使用するお肉の部位は鶏胸肉を使っていきます。こちらは鶏もも肉を使っていただいても OK です。このね、鶏胸肉を柔らかくするためにブライン液というものにつけていきます。その材料がお砂糖、塩、水ですね。これを混ぜた液につけていただくだけでとても柔らかくてジューシーな仕上がりになります。続いてタルタルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、玉ねぎ、マヨネーズ、牛乳、お砂糖、レモン汁、塩、胡椒。タルタルソースはこちらの材料で作っていきます。こんな感じでね、とてもベーシックなタルタルソースを作っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにお肉をね、柔らかジューシーにする工程からやっていきます。よーく見ていただくと、繊維がね、それぞれこうやって入ってます。繊維の入り方がね、少しずつね、変わってくるので、それをまず分けます。ここら辺まではこのように縦気味に入ってるので、まずここを切り落とします。で、あとはですね、このね、真ん中を軸にこのように筋が入ってます。なのでこちらも繊維の入りが分かれてるこの真ん中の部分から切り落とします。はい、このように3つの部位に分けてください。で、あとはですね、それぞれ繊維を断ち切るようにそぎ切りしていきます。そうすることで食べた時に歯切れが良くなります。包丁を斜めにしてそぎ切りします。少しね、厚めにしていただくと食べ応えがあります。ただね、ちょっと厚めにしすぎると火の通りが悪くなるので、程よくね、切るようにしてください。はい、このぐらいの厚みにしてください。で、これはこうやって繊維が入ってるので、それを断ち切るように切っていきます。はい、このように切り分けました。こうやって繊維ごとに切っていただくと食感にばらつきがなくてとても美味しく召し上がっていただけます。なんですけど、ちょっとそれはめんどくさいなっていう場合は食べやすい大きさにね、切っていただいても OK です。お時間のある時とかはね、ぜひやってみてください。で、そしたらですね、今からこちらのお肉を柔らかジューシーにしていく方法をご紹介していきます。まずね、こういったジップ袋を用意してください。で、こちらをボウルにセットして、ここにお水、お砂糖、そして塩を入れます。一旦ね、これを混ぜましょう。ジップ袋の中で混ぜます。はい、で、今ね、これ混ぜたんですけれども、こちらがブライン液というものになります。ここに漬け込むだけでお肉がとても柔らかジューシーになります。そしたら切ったお肉を入れていきます。で、軽く揉みましょう。はい、で、そしたら空気を抜いて口を閉じます。そしてこのまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。それでは今からタルタルソースを作っていきます。まずね、タルタルソースに入れるゆで卵を作ります。沸騰したお湯に塩を小さじ1/2ほど入れてください。この塩はですね、ひび割れてしまった時に飛び出た白身をすぐ固める作用があります。なのでこちらは予防策として入れてます。それではですね、冷蔵庫からすぐ出した卵をそっと入れます。はい、そうしましたらこちらを10分茹でていきます。はい、10分経ちました。そしたら火を止めて一旦お湯を捨てます。はい、で、お湯を捨てたらこのように氷水に10分ほど浸してください。続いてタルタルソースの玉ねぎを切ります。玉ねぎはね、やりやすい方法でみじん切りにしてください。玉ねぎはね、このようにみじん切りしてください。そしたらね、玉ねぎの辛みを抜く工程を行います。150から200ミリぐらいのお水の中に玉ねぎを入れます。はい、ここに小さじ2杯ぐらいのお酢を入れます。で、そしてさっと混ぜて、で
でこのまま酢水に10分ほどつけます。そうするとね、玉ねぎの辛みをしっかり抜くことができます。ではタルタルソースの具材を合わせていきます。まずゆで卵ですね。こちらは殻を剥いてください。そしてここに玉ねぎを入れます。玉ねぎは酢水を切ってしっかりと水分を拭き取ってください。そしてこの中に入れます。あとここにマヨネーズ、牛乳、レモン汁、お砂糖、塩コショウはね、最後に味を整える時に使います。でこれをゆで卵を潰しながら混ぜていきます。はい、いい感じに美味しそうに仕上がりました。そして最後ね、味見をして塩コショウで味を整えます。はい、で混ぜましょう。はい、タルタルソースはこれで完成です。今回ね、作りやすい分量で作っているので少し余ると思います。なので余った時はパンの上に乗せたり、あとはフライだったりとかサーモンを焼いたものとかね、いろいろ使えると思うので、その日のうちに早めに召し上がるようにしてください。はい、1時間経ちました。そしたらですね、こちらの水気を切ります。ざるにあけました。でそしたらこのね、お肉の水分を拭き取ります。こんな感じでね、拭き取るようにしてください。はい、お肉の準備はこれで OK です。この工程をしていただくだけで本当にね、お肉がとても柔らかくなるので、ぜひやってみてください。それではお肉に衣をつけていきます。ボウルに卵を割り入れて、これを混ぜます。はい、卵の準備はこれで OK です。まずですね、今回のチキン南蛮は薄力粉をまぶしてから、その後卵液につけてそのまま揚げます。なのでまずね、全てのお肉に薄力粉を薄くまぶしていきます。はい、こんな感じです。であんまりね、まぶしすぎると今度はね、ちょっと油っぽくなっちゃうので、薄めにまぶすようにしてください。はい、こんな感じで薄力粉を薄くまぶしてください。この後ですね、卵液につけて揚げていくんですけれども、卵液につけるとね、結構すぐデロンとなってしまいますので、こうつけながら揚げていきたいと思います。では揚げていきます。まずですね、フライパンの底から1センチぐらいの油を注ぎ入れます。それでは火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸をこうやって入れた時に菜箸の先からプクプクプクとちっちゃい泡が出てくれば OK です。でそしたらですね、こちら卵液につけて、こんな感じでね、つけていただいて、そして揚げていきます。よいしょ。やけどしないようにね、注意してください。でこのように残りもね、こんな感じでつけて、そして揚げていきます。今片面2分ちょっと揚げました。そしたら裏返します。はい、こんな感じ。裏返すと結構パチパチ言うので、やけどしないように注意してください。でトータルでね、だいたい5分から7分ぐらい揚げていただければいいかなと思います。それはね、お肉の大きさによっても変わってくるので、様子を見ながら揚げ時間を調整してください。はい、今ね、トータルで6分ほど揚げました。でこのようにいい揚げ色になったら取り出します。はい、こんな感じで揚げ終わりました。でね、油を切る時のポイントなんですけれども、お肉をね、こうやって立てていただくと広い面に油が溜まりにくくなります。なのでこうやってね、立てられる方は立ててね、油切りをしていただくといいかなと思います。こんな感じです。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、こんな感じで揚げ終わりました。それではこのままね、甘酢を作るまで油を切っていきます。ではね、油切りをしている間に甘酢を作ります。フライパンにお醤油、みりん、そしてお砂糖、あとはお酢を入れます。はい、そして火にかけましょう。でまずお砂糖を溶かしながら沸騰させます。はい、で沸騰したら火加減ちょっと弱めて1分ほど煮立たせます。はい、で1分ぐらいしたら OK です。火を止めます。そしたらここに油を切ったお肉を入れていきましょう。はい、でちょっとね、入る分だけ入れて、入る分だけ入れたら火にかけます。で甘酢をね、しっかりと染み込ませましょう。で
して裏返してしっかり染み込ませたら OK です。出来上がったものから取り出します。はい、しっかり甘酢も染み込んで美味しそうに仕上がってます。はい、では残りも同じように入れて甘酢を染み込ませていきます。はい、こんな感じでしっかり甘酢も染み込んで美味しそうに仕上がりました。はい、こんな感じで盛り付けました。それでは余った甘酢を上からかけます。そしてタルタルソースをかけます。こんな感じでたっぷりかけました。で最後ね、彩りでパセリを散らします。これはお好みで OK です。はい、これでチキン南蛮の完成です。こんな感じに仕上がりました。甘酢もしっかり絡んで美味しそうに仕上がってます。そしてタルタルソースもね、美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうね、お肉がすっごく柔らかくて美味しいです。そしてね、衣がすごくふわっとしてて甘酢だれがよく絡んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチキン南蛮のポイントです。まず鶏肉なんですけれども、今回私は鶏胸肉を使ってます。こちらは鶏もも肉を使っていただいても OK です。胸肉をよく見ていただくと繊維の入ってる方向がね、部分でちょっと変わってきます。なので繊維が揃うように切り分けて、その後繊維を断ち切るように切っていただくと食感にばらつきがなく、かつ歯切れも良くなって美味しく召し上がっていただけると思います。このやり方はマストではないので、もしお時間のある時はぜひやってみてください。でその後ですね、今回ブライン液という液につけました。でこの液につけていただくことでお肉がとても柔らかくてジューシーに仕上がります。特にこの鶏胸肉はですね、パサつきやすいので、ぜひねこの方法をやってみてください。チキン南蛮もね、いろんな揚げ方があるんですけれども、今回は卵が表面になるようにして揚げました。そうすることでふわっと仕上がって、かつ甘酢だれがねしっかり染み込んで美味しく召し上がっていただけると思います。この揚げ時間の目安なんですけれども、お肉の厚みだったりとかお肉の大きさによっても変わってくるので、調整しながら揚げていただけたらと思います。で揚げてる時はですね、たまに油跳ねしてくる時もあるかなと思いますので、やけどしないようにだけ十分に気をつけて揚げるようにしてください。そしてタルタルソースを作る時のポイントです。今回はね、とてもベーシックなタルタルソースを作りました。で卵の茹で加減もですね、お好みで変えていただいて OK です。マヨネーズを混ぜる時はですね、必ずゆで卵を冷めてから混ぜるようにしてください。そして中に入れた玉ねぎなんですけれども、こちらをですね、酢水につけていただくと辛みがしっかり取れるので、ぜひこの方法もやってみてください。あとはですね、甘酢を作ってそこにお肉を絡めて、そして最後にタルタルソースをいっぱいかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。柔らかジューシーでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチキン南蛮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。